んにちは。テリーくんとリアンくんです。今回はテリーくんとリアンくんにあげている手作りご飯には欠かせない食材のグラム数を計算してみたいと思います。かなりボリューミーな内容になりますので、興味のある方は見てってください。興味のない方も見てってください。お願いします。食材のグラム数って前回の動画でバッサリ割愛ってしてた部分ね。そう、説明が難しくてね。言い訳はいいから本題に入ってください。はい、では本題に入る前に、今回計算するグラム数はあくまで目安程度に考えてください。愛犬が消化吸収するカロリー数などを求めるのは人間以上に難しいので、きっちり計算してもしょうがないと言われてるぐらいです。真面目に計算してる人もいると思うんだけどね。手作りご飯をこれから作ろうかなと考えている方は、愛犬の体調や血液検査の結果、日々の生活の様子などをチェックしつつグラム数を増減させてください。ということで、いよいよ本題。まず家庭科の授業で三大栄養素というものを勉強したと思いますが、覚えてますか？主婦なめないでよ。タンパク質、炭水化物、脂質でしょ。正解。中でも人間、もちろん動物にとって重要度の高い栄養素がタンパク質です。なので1日に必要なタンパク質の量を求めるところから始めましょう。で、どうやるの？計算の流れとしては、安静時のエネルギー要求量、1日のエネルギー要求量、1日に必要なタンパク質の総量、お肉やお魚から取れるタンパク質の量で素材のグラム数を算出いたします。へえ、ややこしい。でもこれやらないと始まらないんですよ。ということで、一つずつ解説しながらいきましょう。まず安静時のエネルギー要求量 RER とは、人間でいう基礎代謝量になるのかな。生命活動を維持するのに必要なエネルギー量です。ただ日がない一日中寝ている親瓶のことだね。何もしない仙人みたいな生き方をしている人でも消費しているエネルギーのことです。人間だと筋肉のある人の方が基礎代謝量が高いっていうよね。そうそう。この RER の求め方は、体重かける体重かける体重かけるルートかける70です。この場合の体重は目標体重です。なんのこっちゃって感じだと思いますが、ルートの計算ができる電卓があれば簡単です。そんなの家庭の電卓にはありません。ところがどっこい、実は私たちが使っている iPhone でもできます。実際にやってみましょう。ここでは親瓶の iPhone で計算してみましょう。実は iPhone の電卓でも平方根やルートの計算が可能です。まず iPhone の電卓を開きましょう。開いたら横画面にします。すると関数電卓が出てきます。使ったことありますか？テリー君は目標体重が2キロなので 2×2×2 イコール8と出ます。この後2ルート x、 このボタンを2回押します。1回、2回、 1.68 なんたらかんたらと出てきます。このままかける70は 117.72 なんたらかんたらと出てきます。これを四捨五入して118キロカロリー。テリー君の場合は
安静時のエネルギー要求量 RER は118キロカロリーとなります。ね、簡単でしょ？そうですか？というわけで、目標体重2キロのテリー君の RER は118キロカロリーになりました。次は1日のエネルギー要求量 DER を求めてみましょう。この DER を求める計算式は先ほど出した RER× ライフステージ別の係数です。ライフステージ別の係数って何？1歳以上の成犬は 1.8、 不妊手術済みの犬不妊手術済みの犬は 1.6、 活動的な犬 1.6 などなどです。正直この係数も見る教材やサイトによってバラバラです。カミカミですけど、この辺からも目安にしといてってのがわかるね。でしょ？テリー君の場合は活動的な犬にしましょう。 1.6 です。なので118キロカロリー ×1.6 は 188.8、 四捨五入して189キロカロリーになります。次、1日に必要なタンパク質の総量を求めます。成犬が必要なタンパク質の総量は全カロリーの25から 30% と言われています。なので1日あたりのエネルギー要求量 DER の 30% が何キロカロリーになるのかを算出すれば OK です。これわかる？ DER×0.3 ってことね。そうです。なのでテリー君の場合は189キロカロリー ×0.3、 56.7 キロカロリーです。テリー君は若干腎臓の数値が悪いのでタンパク質はあまり取りたくありませんので、ここは小数点以下を切り捨てて56キロカロリーとしましょう。次、お肉やお魚から取れるタンパク質に絞ります。タンパク質はお肉やお魚以外にも含まれているので、お肉以外のタンパク質 20% を除きます。 20% の出典はいまいち不明です。もっと調べておきます。計算式はタンパク質の量 ×0.8、 テリー君の場合は56キロカロリー ×0.8 なので 44.8 キロカロリー。ここも腎臓の数値を考慮して44キロカロリーとします。実際この部分は省略してもいいのかな？一応計算しておくと、豆とかね、他の植物性タンパク質を入れるときに、2割ぐらいかなって見当つきやすくなるので計算しておくといいでしょう。腎臓的には植物性タンパク質よりも動物性の方が腎臓に優しいので、テリー君的にはあんま使わないけどね。リアン君は OK です。リアン君は OK です。健康有料児次、1日に必要なタンパク質のグラム数を求めましょう。タンパク質は4キロカロリーで1グラムとされているので、計算式は先ほど求めたタンパク質の量を割る4です。前回の数値44キロカロリーを4で割ると11グラム。そうです。テリー君が1日に必要なタンパク質のグラム量は11グラムになります。長かった。テリー君が1日に食べていいお肉が11グラムだけ？そんなに少なかったかな？いやいや、ここまでの計算で出たのはあくまでもタンパク質のグラム数、お肉やお魚のグラム数ではないですよ。通りで少ないと思った。よかったねテリー君、もっと食べれるって。というか、こんな計算毎回やってんの？そうです。めんどくさいでしょ？めんどくさい。ここまでの計算は一度計算しちゃえば大丈夫なので大丈夫です。
でもことあるごとに見直した方がいいとは思うけどね。ライフステージとか日々の健康チェックしてってことね。そういうこと。というわけでいよいよお肉やお魚のグラム数を計算していきましょう。へえ、疲れるけどラストスパートです。イエーイ。それではお肉やお魚のグラム数求め方解説。今回は豚肩肉を例に計算していきましょう。計算式を先に言うと、愛犬に必要なタンパク質の量割る素材のタンパク質の量かける100です。素材のタンパク質の量ってどうやって調べるの？はい、豚肩肉 100g の中にタンパク質がどれくらい含まれているかを調べるには食品成分表を調べます。親瓶が愛用しているサイトは食品成分データベースもしくはカロリースリムというサイトを使っています。今回は食品成分データベースを使ってみましょう。これ知ってる。ダイエットするときに見るやつだ。あ、そうなの？うん。ここでまた親瓶の iPhone を使って説明しましょう。今回は食品成分データベースを使います。開くとこんな画面。食品成分データベースのページです。ちょっと拡大してみましょう。フリーワードで検索できます。今回は例として豚肩肉を調べてみたいと思います。フリーワード検索のところにひらがなで豚を入力して検索。ポチッとな。するとこのようにずらーっと一覧表示されるので、すべてのチェックを1回外します。すべてで、基本的には大型種肉でいいと思います。ここでは豚肩脂身付き生にチェックを入れたいと思います。そして横にずらして結果を表示。するとこのような表が表示されます。表が表示。狙ってないよ。今回必要な数値はタンパク質の数字です。今回で言うと拡大してタンパク質 18.5。 この数字は豚の肩肉脂身付き生 100g の中にタンパク質が 18.5g 含まれているということです。食品成分データベースより豚肩肉は 100g 中のタンパク質の量が 18.5g と判明しました。参考サイトの食品成分データベースカロリースリムの URL はこの動画の概要欄に記載してありますので後で見てください。はい。この計算式を使ってテリー君の場合1日に食べられる豚肩肉は 11g 割る 18.5g かける100 59g です。テリー君は1日3食なので1回分のグラムは 19g。腎臓ケアの観点からお米を少し加えているのでこのお肉の量を少し減らして1食 17g としましょう。なんか割と小難しいことやってんのね。黒分かった？分かんない。でも前回に比べたら楽ちんね。確かに。でもこっちの計算はお肉やお魚ごとに計算しなくちゃいけないから計算する頻度は多いと思いますよ。豚肉って一言で言っても肩とかすねとかいろんな部分があるもんね。そうだからうちでは1回計算したものはノートにメモするようにしています。こう見るといろんな食材食べさせてますね。そう、いろんな食材を食べさせるってことにも意味があるんだけど今回はここまでにしようかな。いっぺんにいろいろ言われても分かんないからね。
というわけで今回はテリーくんが1日に必要なタンパク質の量を求めて豚肩肉のグラムを計算してみました。最初にも言ったけどこれはあくまで目安です。愛犬の体をなでくり回して痩せた太った毛づやの良し悪しをチェックして、病院でも定期的な血液検査などをして内臓面をチェックしてください。それらを踏まえてお肉やお魚の量は調節しましょうということで、ではよろしくお願いします。エリくんはお上品だね。震えながら食べてるよ、りっくん。美味しいの。